からダメ。もうシロさん泣いてる。何？ここからの攻防は馬乗りだって簡単に抜けられるのに。東海大学に進学する神奈川県小田原市だ。俺にとって嬉しい知らせがある。小田原には極真の支部がある。極真空手とは70年代にヒットした大山増達先生の半生を書いた伝記漫画「空手バカ一代」の影響で全国的に流行った空手流派である。攻撃を寸前で止めてポイントを競う伝統空手とは違い、攻撃を直接当て KO を狙う直接打撃性空手を標榜していることが極真空手の特徴であった。極真空手は当時実践性、私の言うリアルファイトの強さを売り文句に映画や活字メディアを使ってブランディングを進めていた。極真空手の情報は空手バカ一代だけではない。雑誌もいい情報材料だ。極真空手はウェイトトレーニングでパワーを鍛えまくるパワー空手を推奨していると聞く。確かにリアルファイトとは何かを考えるとパワーは即効性のある武器だ。早速入会しよう。おっすはあ生意気なやつだ。新入り組み手やるぞ。俺がやろうか。私がお相手しよう。増田和樹と申す。始め。さすがパワー空手。しかも顔面を叩いてはいけないという約束事もあってか間合いを気にせず突進してくる。まさに蒸気機関車。攻撃を寸前で止めポイントを競う空手と違い、攻撃を直接当ててノックアウトを狙うこのルール当時はとても画期的な空手競技であった。しかし直接当てていい、だから実践的とは言っても顔面によるパンチ攻撃はなし。ともかくとして直接当てるという売り込み文句とメディアにおける史上最強空手ブランディングの影響でこの時点では極真空手最強を信じて疑いませんでした。そして顔面はなしとは言ってもそれは突き技の話。蹴り技は警戒すべきは腹への突き技と足への蹴り技。それさえ守れば下へ下へ相手の意識を下へ持っていく。増田が使うこの戦法は顔面パンチは禁じて極真空手競技ルール勝利への定石とも言えた。度重なる高志への腹部から下への連撃は高志の心を下へ移すには十分であった。高志の意識はすっかり増田の下に向いていた。まあこんなものだろう。昔の空手道場にマススパーリングという概念はない。こんなんじゃ上手くなれない現代格闘家は思うであろうが、これはまあ時代だなと思ってみてくれたらありがたい。ここは極真空手小田原道場だ。増田先輩の上段蹴りを食らって伸びてたんだよお前は。何？全く記憶が。頑張って増田先輩にリベンジするんだな。初めての極真空手、私は顎の骨を折った。極真空手はパワー空手との噂を聞いていたが極真空手家のパワーに圧倒された。いや正確には競技特性を使った戦術とは言えるが、とにかくしばらく飯を食べるのに難儀した。増田先輩いつかやり返す。練習後のフィードバック、この作業がいかに大切か現代格闘家も分かってくれると思います。しかし突き詰めて考えてるうちにリアルファイトを求める私にとある疑問が湧きました。今日の稽古は要は増田先輩が徹底的に下段を狙い、俺の視線が下段に移ったところで上段回し蹴り。
顔面パンチも OK な競技だったらこんなにも不用意に下段を打てるか？ほわー！リアルファイトを求める上での必須スキルの組み技体得のため柔道も学んでいました。待て、離れろ！試合だともう抑え込み一本だ。何？なぜここでちょん切る？マシの喧嘩はここからの攻防もあった。俺の求めるリアルファイトはどこにあるんだ？果たして一体どこにリアルはあるのか。突き詰めて考えるとまたあの幼き頃に感じた虚無感が私を襲う。この虚無感についてはこれから少しずつ触れていく。小沢隆ダン。この番組はワールドジャパンの提供でお送りしました。